はい、こんにちは。新覇者の証、時の祭典 S ランクプレイ解説と実演と題しまして、アルティマニアックのね、時の祭典でチャンピオン評価を取る解説と実演をしていきます。そしてね、それを通じて、アーケードモードのね、他のところでも戦えるようになる知識やネタ、そして考え方をたくさん紹介していきたいと思います。先月ね、Windows 版 FF16 も出たし、ネット上を検索してね、このゲームにはトロコンなんかよりはるかに難易度の高い、本当にこのゲームの本番であり、正体って言えるような、つわもの向けのね、超やばい深淵世界があることを知った人、そしてその高い壁にね、これからチャレンジしようとする人を応援支援しようという動画ですね。視聴対象者は、アルティマニアック時の祭典をはじめね、これから覇者の証、王者の証に挑もうとしている人たちですね。なるべくね、効率よく、要領よくね、見てる人が強くなれるようにね、攻略の論理骨格だけじゃなくて、感覚的なことを含めてね、話していきますので、いろいろなね、力を持ち帰ってくれればと思います。動画の流れとしては、ちょっとガイダンスがてら、このゲームを本当に分かってる人、上級者がいるね、高難易度の深淵世界の現状を垣間見てから、攻略解説、ビルドの解説、稼ぎ方の基本と考え方、各レグの立ち回り方と、アーケードモード品質パターンの紹介、そして召喚獣バトル、リバイア参戦ですね。それの解説を踏んだ後、S ランク実践のプレイをノーカットで流していきます。結構ね、盛りだくさんになっちゃった動画なので、チャプターをつけておくから、見たいところね、適宜見てくれればいいかなと思います。では始めていきましょう。よろしくお願いします。この動画を援護する直前でね、プレステ5を起動して見てみたんだけど、時の祭典のね、チャンピオン評価 S ランクね、のボーダーが8500万だから、アルティマニアックのね、時の祭典の覇者の証をね、取れている人は、現在ね、世界で88人なんだよね。一番最終バージョンが出たのが今年の4月だよね。半年経っててこれが現状なんだよね。つまり3覇者、3王者、8星、18文鳥、カイロス2つっていうね、名誉称号をコンプリートできた人は、俺を含めてね、世界で理論上最大値で88人なんだよね。もうちょっといるかと思ったけど、意外と少ないよね。去年のさ、6月時点でね、300万本以上売れてるんでしょ。1年以上経って、さらに Windows 版もね、Steam のランキングで1位とか取ってるんでしょ。Windows 版の人はまだまだ始まったばっかりで、これから進めていくんだと思うけど、プレステ5勢をさ、きつい言い方すると、名誉称号集めまでやりきった人とさ、もう後ろ髪引かれながらなかったことにして諦めてる人との二極化がね、収束しかかっててこれだと思うから、なかなかえぐい難易度だと思うよ。難易度はすこぶる高いんだけど、だからこそね、全部集めて、このゲームをね、全部やりきった側の人になった時ってすごく嬉しいんだよ。まだね、全部撮れていない人でも、この動画をね、再生してくれてるような人だったら、どうせだったらさ、この88人の側になりたいって思うでしょ。尻切れとんぼにせずさ、気持ちよくね、全部制覇して今回の FF16 卒業したいもんね。だから、この難しいね、名誉称号獲得に挑戦していこうっていうね、根性のある人を俺は応援します。この動画はね、アーケードモードの話をしてるんだけど、去年出したね、オメガの賢者の塔バージョン 1.2 系の解説動画の改訂版というか、俺もね、持ってる知識をなるべく使えるようにね、吐き出したより深く解説を進めた、現行バージョン 1.3 に対応したね、進化バージョンの攻略動画となっているので、ぜひ参考にしていってください。覇者の証もね、王者の証も18個ずつあって分量がすごいから、獲得はね、相当しんどいと思うけど、しんどい分ね、全部やりきった後の喜びもね、すごく大きいから、少しずつね、頑張って進めていきましょう。それではね、ビルド解説に入りましょう。オーディンにね、境界転移とザンデスランプ、シバにね、サテライトとビルオウィクス、ガルーナにギガフレアとサンダーストームとなっています。カイロスゲートの動画でオールエストルの共通ビルドで、時の祭典もね、これで押し通せます。まず召喚獣。オーディンはさ、ザンデス剣レベル5があると何かにつけてやっぱり助かるよね。素点はさ、虹3のね、6万で最大級なんだけど、ダメージも最大級だから、点数効率がね、悪くて軽はずみに振り回せないんだけど、瀕死の相手にね、とどめで使えばダメージスコア比が超いいよね。それと、時の祭典だと、レグ8のね、ボスキャラであるタイムキーパーにはブンブンレベル5振り回していって大丈夫。レグ4のね、ボスのね、フレイズマルも、俺のビルドで倍率3倍維持できてるんだったら、振り回して大丈夫だと思うよ。暫定スケンレベル5をね、振り回してもね、アルティマニアックの評価基準で評価 S が取れます。アーケードモードはね、こういう場所を知っているかどうかで、話も簡単になるし、相当な時間短縮になるよね。他にもね、飛んでるやつだろうが、参加者全員に当たる全体攻撃なので、イレギュラーパターンとかでも使えます。その辺はね、暫定ランジとか含めて、この後の方のね、ビルド解説とかレグ解説で触っていきます。シバはさ、もうパーマフロストがさ、すべての問題を解決してくれる FF16 のね、最強の能力なので、召喚獣パート以外、つまりクライブパートはね、どんな敵であろうと、パーマフロストがね、取れれば事実上勝利確定なんだよ。話が簡単だし、使わない理由ないよね。ガルーダは倍率稼ぎがね、
得点パターンに対する戦略上必要になってくると。その辺の話はね、この後のセクションで詳しく解説していきます。といった感じで召喚獣についての触りは終えたいと思います。ここからはね、アビリティ解説に入ります。まず境界転移。能力はね、ほとんどの行動をキャンセルできること。すっげえ便利。すっげえゲームのテンポが良くなる。もうこのゲームコロナ禍だと厳しいよね。活用はね、いろいろあるんだけど、まずマストでね、即戦力を3つ覚えよう。1つ目は、何かヒット、境界、ウィル・オビクス。何かヒットさせた直後にね、境界転移をかけると、場面がね、スローになるんだよね。ウィル・オビクスを貼るのを邪魔されやすいので、境界転移のね、このスロー効果を使って安全にね、ウィル・オビクスを貼るって手筋なんだけど、これはもう超品質。まずギガフレアか暫定ランブの直後にね、境界を入れて安全かつ確実にウィル・オビクスを貼るっていうのになれるといいと思う。二つ目がランジヒット境界暫定ランブ。敵からね、離れた位置にいてもランジで急接近して、そのままね、暫定ランブに入れるので、暫定ランブのね、当て方としては一番メジャーだよ。雑魚的だとヒットで拾うんで、それにね、境界でスローモーションをかけて、暫定ランブの遅い手かかりのね、無防備な時間をカバーできるから、ほぼ確定でね、逃げられないでランブに入れるんだよ。テイクダウンでもね、エイムブレースダウンでも、微妙に届くかどうかわからないくらいのさ、距離をパッと詰めれるのがいいよね。鳥とかもそう、ガルダインブレースで引きずり下ろして、ランジ境界ランブってやると、地上で全体ヒットする。半端に浮いてる相手をさ、ランブで追いかけちゃった時に、カス当たりとかさ、届かないのに踊ってるってことがよくあるでしょ。ランジ境界ランブだったら、それをなくせるんだよね。これも即戦力、覚える。そしてどんどん使う。三つ目がランジ空振りジャンプどっち。簡易ダッシュね。これも覚えておいて損はない。レグ間の移動とかがもっと早くできないかなって思っていたら絶対導入しておくべきだね。暫定ランジからやってもいいよ。暫定ランジはね、何かすごく長い距離走った気がするけど、移動の速さだったらランジの方が速いよね。トータルの移動としてはね、どっちが速いかはわからない。好きな方を使ってください。ぶっちゃけ大差ないと思うけどね。境界転移は以上です。続いては暫定ランブ、俺のビルドのね、シンボルアビリティですね。オメガの動画でもね、カイロスゲートの動画でも素晴らしさについてはね、散々語っているんで、今回はね、特徴を軽くまとめてね、活用の話に入っていきたいと思います。まず特性としてはダメージスコア比の基準になる技ですよね。当てて損はないんだけど、ダメージも低い、点数も低いと。だから基本的に点を取る技ではないんだよね。この技の真髄はいろんなことの補助なのよ。安全の確保とかさ、倍率の維持とかさ、それから強力な時間停止技。この時間停止がね、すごくいろんな場所で使えるというわけ。で、相手状況を選ばずにね、誤算鉄が定期で溜まる。欲しい時にね、予定通り暫鉄剣レベル5を準備しやすいと。これは乱舞ならではの長所だよね。暫鉄パリ、弾き一戦だとそうはいかないよね。カイロスゲートの動画でね、その辺は詳しく解説しているので、気になった人はそちらもどうぞ。で、演出が長いのもね、実は長所にしかなっていないと。アビリティゲージの回復量が多くなるし、頭の整理もできると。で、基本的な使い方。相手の動きを止めて自分の安全を確保しつつ、こっちのアビリティゲージを溜め直す時間にできるんだよね。危険な時間？具体的には、ウィルオウィクスを剥がされて、ウィルオゲージがないとか、この後説明するね、ギガフレアとかさ、サンダーストームのゲージを溜まるまで待っているだけの使えない無駄なね、待機時間に重ねて使うことで、敵の攻撃をね、防御しながら、アビリティゲージの量を見るみたいな面倒な同時処理をしなくてよくなると。さらに言うとさ、そういった作業中のね、テクニカルボーナスの維持もできると。それから、テイクダウン中に当てればね、相手のテイクダウンゲージの回復を一旦止めることができるので、アイコニックパニッシュメントのボーナスを獲得しやすいと。アイコニックパニッシュメントはね、この後の稼ぎ方編で説明するので、知らない人もご心配なく。では先に行きましょう。実践用活用チップスですね。まず1個目が乱舞避難。ウィルオが切れた時で、ウィルオゲージがない時、リミットブレイクを抱いて無理やりランジ境界暫定ランプに行くと。レグ解説のところでもね、話すけどね、画面に映っていないところの外から大暴れして、ウィルオウィクスゲシをしまくってくるやつがいて、その結果ね、現場が荒れまくって収集つかない時って結構あるんだよね。そういう超緊急事態に使うんだよね。何かしらさ、攻撃されてね、ウィルオウィクスが剥がされて、さらにね、ウィルオウィクスゲージもないと。そこでさらに攻撃を受けて、リバイブビットでね、自動リミットブレイクを発動してしまったっていう時に、そのままね、リミットブレイクを切らないで追いかけて暫定ランプで捕まえてしまうのがいいわけ。で、捕まえたらリミットブレイクを切ってね、その暫定ランプの長ったらしい演出時間をウィルオウィクスを含むアビリティゲージの回復時間に当てて、暫定ランプが終わったところで境界転移キャンセルからウィルオウィクスを張り直すってやると、危険な状態からね、確実に体勢を立て直せるわけ。倍率は下がるけどしょうがない。死ぬよりはマシ。そういう時はね、どうせ収集つかないから、どのみちね、これやろうがやる前が、大体他にもね、何発か攻撃食らうから。
リミットブレイク中はどんなに攻撃食らっても死なないだけじゃなくて、クライブがね、ひるまないから、暫定ランブの出かかりにね、攻撃を食らっても発動を止められることはないんだよね。暫定ランブで捕まえちゃえばこっちの勝ち。普通はね、ウィル・オービクスが自然消滅しそうな時とかに、計画的に暫定ランブに避難するんだけど、敵の攻撃を食らってね、予期せずスクランブルでリミットブレイクが発動した時も、即座にね、張り直しができないって踏んだら、そのままリミットブレイクを立てたままね、暫定ランブで捕まえに行くっていう風に頭が働くと、より一層死ななくて強いよっていう話。二つ目はね、暫定剣スピードギア。乱舞の出かかりをね、境界転移で空キャンセルすることで、暫定乱舞ゲージを消費しないで、自分以外の世界をね、即座に無理やりスロー化させることができるんだよね。言い換えると自分だけ加速するんだよ。当然、加速した世界の体感認知は元の世界のスピードだよ。素早い操作とか判断とかいらないからね。普通の操作感だからね。つまり世界に対して自分だけ行動量を上げることができるわけ。これってさ、ロックマン11のスピードギアだよね。わずか1秒とかそんな時間。されど1秒間のね、圧倒的なアドバンテージがある時間なのよ。普通にやっていたら敵の攻撃にね、邪魔されそうな時でも余裕を持ってウィル・オビクスを張り直したりできるし、敵がね、動き始めるまでに普通だったら1手しか撃てないような場所でも余裕ができて2手撃つこととかできるんだよね。ウィルを張るだけでなくてね、サテライトも発動みたいな。この能力はね、他にもね、歩いてるだけでは逃げられないような広い攻撃範囲から、普通に歩いて外に出れたりとか、敵の攻撃をね、スローにしてパリーを簡単にしたりとか、ものすごく応用が効くんだよね。恐るべき可能性の片鱗を感じることができる能力なので、余裕がある人はね、ちょっと遊んでみるといいです。すごいよ。探せば探すほどヤバさがわかる。暫定乱舞は以上まで知ってくれてればとりあえず OK だね。次はサンダーストーム。概略としては5回発動以降ね、日1ボーナス追加で一発6万点に覚醒。これってね、6万点だから暫定剣レベル5と同じだよね。威力が暫定剣レベル5の半分以下なのに同じ点数もらえるんだからめちゃくちゃ点数効率いいよね。それからリーチも事実上無限で、ホーミングでエイム不要。当てるのに近づいたり狙ったりする必要がないっていう扱いやすさはサンダーストームの長所だよね。注意点としてはさ、出かかりに攻撃を食らうとね、ゲージを消費する上に雷の攻撃が出ない。点が取れないってこと。最後が当たっていないと点数が入らないので、高速画面外離脱は覚えること。時の祭典だとアーリマンのワープがそうだね。最後の雷が出てる時に合わせて消えられて画角の外に出られちゃうとボーナス点が入らない。活用のコツとしてはね、もうとにかく点数覚醒するまで効率よく育てるってことだね。バカ正直に4発撃たないで一工夫入れようっていう話になります。そこで、どんなに体力がなくても最後が当たるまで敵は途中で死なないっていう特性を利用するんだよね。具体的には瀕死のザコを狙ってどんどん打ち込んでいくと。ザコで育てるときはね、テクニカルボーナス無視で、低倍率でもね、死にそうなやつにサンダースもどんどん流し込んでいっていいから。極力少ない敵の体力でね、5回覚醒まで育てたいのさ。ボスタイマン以外で体力をフルに奪っちゃうのはね、ちょっともったいないんだよね。死にそうなやつを利用すると。いうことを抑えてくれればいいです。サンダースンは以上だね。お次はウィル・オビクス。これなしだとね、話が面倒。防御の要としてだけでなくて、倍率上げとかね、維持にも利用するんだよね。活用としてはね、防御については言うまでもないんだけど、密着してるだけでね、スコア倍率の維持ができるとか、ウィルプラスね、ランブプラス、サテライト連打でね、他のアビリティ技のため直しを安全に行いながら、ウィルゲージをね、モリモリ奪えるので、ボス戦はね、積極的に仕掛けていくといいです。こんな感じだね。ダメージはあまり奪わないのに、ウィルゲージはなかなか減らせるでしょ。ちょっと分かりづらいかな。注意点とね、使いこなしのコツなんだけど、自然消滅する時間は体感的にね、把握できるようになると、プレイが楽になります。慣れだね。確実にね、対ウィルを嫌がらせアルゴリズムがあるので、不用意にね、乱戦時に貼らないこと。まあ敵の知識がある程度必要になってくるよね。これに対してはできる限りね、境界転移スローとセットで使うと安全に発動できますよと。そういったところでウィル・オービクスの解説は終わり。どんどん行こう。次はギガフレア。特徴を羅列すると、60ヒット以上だと時間ダメージ点数の全てで得する技だよね。それからエイムがいる、特に遠距離複数には当てづらい。もう無理やりね、長距離動くようなやつには要注意だと。それから超大無敵時間。出かかりから終わるまで無敵なんだよね。敵の攻撃してる最中に勝ち合わせるといいと。それから飛び道具だからリーチが長い。距離を詰めなくていいってことね。ボスキャラなんか L1 ボタンでロックしちゃえば遠くから撃っちゃって全然 OK だね。活用はね、基本はね、複数体貫通を狙う。知らないわからない攻撃に勝ち合わせる。実は、その他に避難先としても使えると。まあ、上2つは今説明した通りなんだけど、3つ目。絶対絶命展開。具体的にはウィルオギで、ウィルオゲージなし、それプラス、リミットブレイクゲージ0だったら、
脳死でね、カタソナンスに打ってしまうといいんだよね。結構出てる時間長いから、アビリティゲージ回復時間のね、足しにできると。もうそれでもね、現場の収集がつかなければ、ポーションを使ってね、魔法ボタン連打しながら敵の集団からね、極力遠くに逃げると。まあさすがにそんな展開にはならないように攻略努力したいところではあるんだけどね。で、ギガフレアで覚えておいてほしいのが、秘伝貫通ギガフレアの手筋ってやつね。ロックした敵との間に他の敵を挟むんだけど、その際ね、挟まれる敵をなるべく自分の近くに引きつけるってのがコツなんだよ。ちょっとやってみるよ。こんな感じ。今ロックしている雲いるでしょ？挑発かけたやつ。そいつとの間に他の雲を多く入れたいんだけど、挟まれる奴らにね、可能な限り近づくと。それで相当巻き込みやすくなるから。これはね、時の祭典以外でもしょっちゅう使う。ギガフレアは無敵だからね、怖がらないで距離を詰めていこう。ギガフレアはそんなところだね。で、アビリティ最後はサテライト。特性としてはね、エイムがいらない。ボタン連打してればいい。鬼リーチで敵を追いかけなくていいと。遠距離でも倍率ゲージが可能。低威力でウィルゲージも点数も奪えると。活用としてはね、乱舞中、エンブレイスダウン中といった境界点以外、他の行動ができない時でも、なぜかこいつは打っていられるから、テクニカルボーナスの維持に使えるんだよね。っていうのと、10人ごとにね、青3、素点900点が入るので、チリツモでね、点数になる。1回発動するたびにね、マックスで200ヒット超えて、100ヒット以上とかもね、しょっちゅう出るので、これカイロスゲートの動画でも同じこと言ったけど、この点数はね、意外とバカにならないよ。結構取れるんだよ。といった感じで、サテライトをね、最後にアビリティ解説は以上です。では次にね、アクセサリー解説に入ります。今回もね、例に漏れず、リバイブウィルオプラスはね、脳死で決定。他がね、だいぶ劣るんだからしょうがないよね。そして今回注目のね、3枠目は果たして一体何になるんでしょうか。ということでね、順番に解説していきます。まずリバイブビットだね。もうこのゲームリバイブビットのゲームだよね。優勝。リバイブビットしか勝たんと。そういうアクセサリーです。立ち回りのね、方向性読み上げていくと、リミットブレイクゲージさえあれば死んでも自動でリミットブレイク状態で復活すると。ちなみにリミットブレイク中は不死身です。死なないのがルールね。もちろん、死にイベントみたいなのは別だよ。つまりリミットブレイクゲージ数イコール残機ってことになるんだよね。基本はリミットブレイクゲージは4つだよね。これが満タンだと4機ある。つまり4回死ねるっていうイメージになるわけ。ただね、これはね、一番大事な守らなければならないルールがあって、それはね、発動したら安全を確保次第ね、すぐにリミットブレイクを切ることなんだよね。L3、R3 登場したよ。2つのレバーを押すんだよ。棒としてリミットブレイクをつけっぱなしにして、2つも3つもゲージを使っちゃうと、残機の数がね、ただ減っちゃうのと同じでもったいないから注意ね。それから体力は回復しないでいい。とにかくどんどん攻撃しまくって、リミットブレイクゲージをどんどん貯めまくった方がいいっていうゲーム性になるんだよね。具体的なね、使い方はこんな感じになります。ダメージを食らってね、体力ゼロで自動でリミットブレイクが発動したら、まずね、基本的にウィローウィクスを貼り直す。それが無理だったら敵のどれかにね、ランジ境界暫定ランプ。それも無理だったら芝でパーマフロスマジでね、ウィローゲージが溜まるまで逃げまくる。上記いずれかの後にすぐね、リミットブレイクを切る。L3 と R3 登場しね。といった流れを理解してくれればいいです。バージョン 1.3 でもね、結局リバイブビットが大活躍です。詳しくはね、去年出したオメガの動画でも解説しているので、この説明で、ね、いまいちわからなかったって人はね、そっちも見てくれればいいと思います。で、アクセサリー2枠目は、ウィロー延長プラス。炎の延長プラスだね。これはね、まあ、消去法というか自然と俺になるよね。他に目覚ましい存在感があるのがないんだよね。ウィロー延長はね、倍率維持面からも超重要で、なければね、名声2850以上でタボールに行くとね、炎の温情が 29,500 円で売ってる。もう脳死で3つ買ってきてください。リプレイモードとかでさ、ジルの故郷の奥まで取りに行くのってめんどくさいでしょ。最後のボスのね、リクイドフレームの入り口のね、左のところ、深すぎだって。持ってなかった人はね、買っちゃえばいいよ。金で解決しよう。で、最後3枠目は、ギガフレア短縮プラス。竜王の慈悲プラスだね。すっげえ無駄な選択肢なんだけど、時の祭典はね、この後召喚獣バトルも待ってるし、もう長くてめんどくさいから、クライブパートはね、さすがに内容の安定性取りたいよね。サンダーストーム短縮プラスとかね、エアリアルビットも面白いんだけど、あのあたりって噛み合わないと内容にムラが出てくるんだよね。とりあえず、時の祭典は、ギガフレア短縮プラスで安定しといていいと思うよ。まとめるとこうなりますね。これで時の祭典のね、ビルド解説は召喚獣、アビリティ、アクセサリーで終了なんだけど、ちょっとおまけというかね、余談でね、時の祭典以外での俺のビルドのね、組み方と候補について少し話をしてね、このセクションは終わりたいと思います。
まあ興味ない人はね、次の稼ぎ方編に進んでくれて大丈夫です。まずね、俺のビルド構成っていうのは基本この形で、アビリティ1枠、アクセサリー1枠のね、空いているところにどのコースをやるかによってね、入れてるやつを1箇所変えているだけなんですよ。参考までに、例えばクリスタル自治量だったら、サテライトの代わりにね、クロススウェルを入れると造作もなくオールエースでクリアできるし、世界一位取った時のね、アイアンワークス造船所だったら、アイスエイジ入れたりとかしてるんだよね。オメガの動画の時は転生の炎を使っていたでしょ。この形でこの動画でね、この後説明している稼ぎ方やね、立ち回り方の説明通りでやっていけば、18コース全部ね、ほとんど同じように押し切れて、覇者まで突っ走れるから、時の祭典だけと言わずにね、別のコースでも参考にしてみてください。といったところでね、ビルド解説編を終えたいと思います。では、稼ぎ方編に入っていきます。必要なのはね、ガルーダとビルオイクスね。とにかく重要なのはテクニカルボーナスの扱いと戦速差の時間内でクリアするってことね。カイロスはね、ブーストで必要点数十分取れるから、一件ごとに出るね、戦速は大して重要じゃないんだけど、アーケードモードは総合でね、最後に全体の戦速を計算するから、ほとんど変わらないようなプレイ内容でも、戦速3に間に合ってるかどうかで、大幅に点差ついてね、死活問題になるので、時間に余裕を持ったプレイにしたいところだよね。それとね、改めて意識の確認をしておくんだけど、アーケードモードはクリアするだけでは何ももらえないからね。カイロスゲートはただクリアしただけでも幻想を破りし者とかアルファウェポンを作れたりとかするけど、アーケードモードはその先に何も繋がっていないから総合評価 S を取らなければやる意味が全くないって認識は説明の前に確認しておくよ。覇者の証を取りたいんだったら化石プレイをやるしかないからね。そして点を取るためには倍率を上げなければいけないんだよね。バージョン 1.2 以降は倍率を上げないとろくな点数にならないからね。プレイ動画や私はこうしました、こんなのがありますみたいなビルド紹介例なんか二の次だからね。そんなのどうでもいいから、まず倍率マネジメント、上げ方と維持の仕方を抑えるんだよ。点を取るプレイで真っ先に知らなければいけないのは倍率の扱いだからね。ってことで、その倍率マネジメントを抑える順としてね、まずマゼックバーストコンボをできるようになりましょう。俺のね、過去動画を見てる人はまたそれかよって思ったかもしれないけど、この動画から見てくれた人もいると思うし、超重要な要素だからね、俺の動画ではこれは毎回1から教えます。まずね、これを覚えてください。基本形のね、地上でのマゼックバーストコンボ。地上で四角と三角をね、交互に押す入力ですね。4段攻撃に全部マジックバーストがついて、倍の8段攻撃になります。この入力にね、慣れてください。意識しないで自然にできるようにね。画面を見ないで他の考え事をしながらでもできるようになってください。これがね、できないとまともに倍率を上げること無理です。このゲームの深淵世界である名誉称号を取るスタートラインに立てません。知らなかった人はプラクティスモードでがっちり練習してください。ウィル・オウィクスつけてこれをやるのがね、倍率を上げる基本になるから、徹底して手に馴染ませてください。名前の由来は四角ボタンガチャゴスリコンボのね、一発一発にマジックバーストを混ぜているからマゼックバーストコンボね。この動画ではね、以下これのことをマゼックって訳します。よろしく。右下にさ、俺の入力のキーリス出てるでしょ。その辺も参考に脳死でマゼックがね、できるようにね、練習してください。そこまでできるようになったら、次はね、ジャンプして空中でガルダインブレスで雑魚敵をね、一匹釣ってからマゼックバーストコンボをやってみましょう。これはね、地上よりもね、手順がかさんで難しいんだけど、倍率を上げやすいです。空中だとね、3段攻撃にマジックバーストが混ざって倍の6段攻撃になります。地上は8段攻撃、空中は6段攻撃ね。地上でね、マゼックやると、ボスの怠慢とかだと問題ないんだけど、雑魚敵とかね、いろいろわらわら周囲にいる中だと、途中でね、周囲の奴らに攻撃されてしまうんだけど、空中に逃げて、そこに1匹連れ込んで、空中でマゼックに行けば、周囲の敵に攻撃されずにね、倍率上げができるんだよね。もちろん完全に安全ではなく、飛び道具とか、ここに攻撃をね、届かしてこれるやつもいるんだけど、それでも地上にいる場合とは、運命の差でね、倍率上げを邪魔されることが少なくなります。ここまでできれば合格。で、そのマゼックなんだけど、今紹介したようにね、地上空中両方できないとダメだよ。使い分けはマジで重要。地上マゼックは誰にでも当たるのが長所なんだけど、邪魔されやすいのが短所ね。空中マゼックは逆に2発少ない分早いし、邪魔されにくいんだけど、状況を選ぶってことね。拾える敵かどうかとかさ、最後まで前段入るかどうかとか、ウィルオがついているかどうかとかもね。
まあ知識が必要ってことだよね。変なやつがね、見つかったら最後のね、マジックバーストを抜いてみるとか、実験してね、現場で試してみるっていうのは多かれ少なかれ必要だよね。まあこんな感じでマゼックは倍率を上げるのに必要になる行動っていうのを理解してほしい。ではね、実際の現場の流れなんだけど、マゼックでね、一気に倍率3倍まで叩き上げたいんだけど、そうやすやすとことは運ばないんだよね。なぜなら、倍率上昇の鈍化補正っていうのがあるわけ。それ何っていうと、同じ行動ばっかり繰り返してると、倍率のね、上がり方が目に見えて悪くなるの。なので、上がり方がね、鈍化し始めたら別の行動をするといいんだよね。なぜかっていうと、時間が経つとね、上がり方がまた元気になるからなんだよ。マゼック以外のね、別の行動をしてね、少し時間を空ければ、またマゼックに行った時のね、上がり方が復活するっていう話。じゃあさ、それ以外の行動ってどうすればいいのさって話なんだけど、何でもいいわけじゃないよね。短くてさ、鈍化補正が切れるまで粘れないやつとかさ、倍率が3倍にもなってないのにダメージを大きく奪っちゃうような技だとダメだよね。そこで倍率維持行動ってのを準備しておいて、それをね、今言ってた倍率上げ行動に挟むってのが手筋になるわけ。そこから転じてね、ここではね、倍率維持行動を3つ覚えると。1つ目は、ウィルをつけて敵に密着。2つ目は暫定乱舞。3つ目はサテライトを当て続ける。1、3を行いながら、パーマフロスト待ちしてね、時間を経つのを待つのが基本。どっちもね、無理か逆に揃ってるんだったら、2の暫定乱舞に行くのがいいよね。暫定乱舞はさ、ヒット演出長いから、それだけでね、倍率鈍化の解消につながってくれるから。で、揃ってる場合っていうのも、複合して使うのは別の効果があっておすすめってことね。特に、フルウィル王でサテライト連打しながら暫定乱舞はね、強敵からウィルゲージをごっそり奪えると。テイクダウンまで早い。これはね、普通に戦うより1回ぐらい多くテイクダウンを取れたりするから、覚えておくといいです。そしてね、テイクダウンした後も狙い目の稼ぎ要素があります。テイクダウン後はアイコニックパニッシュメントも狙い。何それ適当に説明すると、テイクダウン中にね、アビリティ技で触っただけでね、1種類ごとに緑1、素点2万点がもらえるシステムのことなんだよ。フルヒットとかいらないでね、数当たりでいいんだよね。斬鉄乱舞で触ってすぐ境界転移で切っちゃうとか、ギガフレアを当ててすぐ方向をそらしてしまうとか、そんなんで点数がもらえるんだよね。これ地味にでかいんだよ。一例なんだけど、俺のビルドでね、テイクダウン後倍率3倍の時に、サンダーストームからギガフレアで境界転移でウィルを張り直して、サテライトをやって、そっから暫定乱舞に境界でキャンセルをかけてサンダーストームとか繋ぐと、緑 1×6×3 倍でね、ただ技で触ったってだけで最低36万入るんだよ。もちろんアビリティ技を入れた点数も入るよ。アイコニックパニッシュメントもね、アーケードモードでは積極的に取り入れていった方がいいよね。ではね、このセクション最後のまとめとして、稼ぎプレイをね、作る基本の流れっていうのをまとめます。頭をね、どうやって働かせるかっていう流れだね。次に何をやればいいのかわからなくなったら以下の流れを思い出しましょう。まずね、マゼックで叩いて倍率を上げる。で、倍率の上がり方が鈍化したら倍率維持行動に切り替えると。で、定規を繰り返して3倍になったらね、アビリティ技で点数回収すると。貫通、ギガフレア、覚醒サンダーストーム、とどめの斬鉄剣レベル5とかね。その中でテイクダウンしたらね、アイコニックパニッシュメントをできるだけ拾っていくと。これがね、基本の流れになります。そしたらね、この後はね、時の祭典のリバイアさんまでのね、10個のレグ全部で、より詳しくね、実践ではどうやってやってるのかっていうのを解説していくので、とりあえずね、最初はね、わからないレグだけ見てくれればいいと思うよ。それではね、レグ解説編に入ります。時の祭典のね、実際の立ち回りと時の祭典以外にも出現するね、アーケードモードの品質パターン、およびね、その攻略手筋を紹介していきたいと思います。より具体的な攻略話ですね。まずレグ1、前半はね、トンベリの集団、目標はね、後半までに倍率3倍を目指すっていうのと、サンダーストームを4回以上打って覚醒させることの2つ。基本的に空中マゼクで倍率を上げるんだけど、ある程度ね、倍率を上げて、上昇鈍化補正がかかってきたら、暫定スラムの方にね、倍率3倍にこだわらないでいいから、いけるところね、複数体貫通ギガフレアとかに行っちゃって全然いいから。で、その辺のね、攻撃で死に損なってるようなやつに、サンダーストームをね、どんどん流し込んで、さっさと4発覚醒させたいよね。チンタラやってたらいくらでもサンダーストームを打ち込めるんだけど、戦速3考えたらそれじゃダメだよね。倍率気にしないでいいから、サンダーストームをね、だいたい4回打つまでに、複数体貫通ギガフレアを1回、暫定スランボを2回やって、サンダーストーム4回目の後に、倍率3倍でね、暫定剣レベル5で締めれるくらいのプレイ設計が現実的だよね。
あとね、出来栄えにね、ランダム性が強いから、その出来栄えが気に入らなければ、最初からやり直した方がいい。なんでかっていうと、最初のステージだからやり直しが苦にならないんだよね。あとね、レグ1とか時の祭典に限らず、なんとなくそういうもんだってうっすら押さえておいてほしいんだけど、やっぱね、アルティマニアックとか新しいバージョンになってくると、敵の意地の悪さが増しててね、画角の外にいるやつ、画面に映っていないやつが大暴れするアルゴリズムがあるのよ。こっちのウィルを張ったとかさ、サンダースタンとかさ、暫定ランプの出かかりに対してね、都合の悪いタイミングジャストでさ、予備モーションなしでいきなり画角の外から突っ込んできて邪魔すんのよ。こんな感じ。これ境界転移使わないで、そのまま暫定ランプ出した場合ね、もう嘘つくなってぐらいぴったりのタイミングでドンベリランプが飛んでくるんだよ。これね、完全に後出しじゃんけんなのさ。逆にね、来るのを待ってパーマフロス待ちとかしてたらいつまでたっても全然突っ込んでこないから、間違いなくね、プレイヤーのコマンド入力を読んでるんだろうね。この後出てくるね、クーアルのウィップクラックとかもそうだよ。こっちのアビリティ技に対して入力待ちしてるね、困ったアルゴリズムがあるっていうのは知っておく。不用意にね、ウィルロウィックスとか貼るのを控えて、確実にね、安全なのが分かりきってるとき、パーマフロストの後とかさ、あとビルド編で話した境界転移スロー、暫定剣スピードギアとかを使うのがいいよね。で、話を戻してね、レグ1の後半、プリン2体、パーマフロストで待って凍らせて、倍率3倍アビリティで攻撃。これは特に言うことないね。毎回同じような内容で安定する。で、レグ2、ボストンベリタイマン。これも基本通りで OK。で、レグ3、2部構成前半、ケアルとラプトル4体。品質パターンの一つ目にね、ケアルさばきってのがある。ケアルがいる場合の解放は、倍率1倍でいいから優先で殺す。その際、そいつ以外に攻撃を当てちゃダメ。だいたいもう一匹相方がいるんだよね。ケアルはね、発動されちゃうと、そのレグのね、それまでの点数が全部ゼロになっちゃうんで、場合によってはね、もう取り返しがつかないか、時間がね、確実に大幅ロスになるんで、さばき方はね、きちんと事前に決めておくんだよ。ケアルは知識問題だから初見とかじゃ無理だからね。基本的にロック、L1 で捕まえて R3 で選択っていうのを使う。ちょっとやってみるよ、こんな感じ。エリアに入ったらすぐ L1 ボタンを押してね、敵の誰かをロックして、R3 レバーを押してね、床に寝ているテンプルドラゴネットってやつに照準を合わすんだよ。開幕不意打ちでね、ギガフレアとサンダーストームで先制して1匹さばく。このケアルね、ギガフレアフルヒットでも死なないぐらい体力あるのよ。2匹目はね、ロックを合わせて、ガルダインブレイズで引きずり下ろして、ウィロー付きサテライトレンダーランプからサンダーストームで殺すと。体力はまたね、ランジマジックバースト連打でいいと思うよ。そうやってね、まずケアル2匹さばいてからラプトルを相手にしてね。でね、ここはもう一個パターンを覚える。品質パターンに範囲トラップっていうのがあるの。範囲トラップもね、ケアルほど致命的ではないけど、結構知識問題。そこを超えてはいけないって知らないとダメ。戦闘エリアとして指定されている場所を敵がね、出てしまうとスコアがゼロにリセットされるっていうね、困った仕様があるの。レグ3以外にもね、レグ5、7、9にもあるね。これもね、攻略する上ではね、知っといた方がいいと思うなーって言われてもよくわかんないだろうから、どんなやつかちょっと見てみようか。400万持っていてもエリアを飛び出しちゃうと、0点になっちゃうと。もう取り返し少ないよね。これがレグ5。スタート地点にトラップがあるから気をつけるんだよ。じゃあ次にレグ9。後半のスタート地点で気持ちよく複数体感数ギガフライを決めてるね。でも後ろにいるさ、ベネディクトの手下みたいなやつがこれより下がっちゃうと、ゼロになってしまうと。レグ9でこれやるときついよ。やり直す気になるかい？じゃあ品質パターンに範囲トラップの処理方法をまとめるよ。対処法は単純で、そこに範囲トラップがあることを知っていること、存在を知っていること。これがね、まず大事。それからそこから離れること。これだけ。単純かもしれないけど、それだけ。前半とね、後半の中間地点の細い道にはね、戦闘中は近づかないことね。前半も後半もね、こっから極力離れて戦うこと。なんとなくでいいから現場に来たら思い出してね。範囲トラップの対策は以上だね。で、話を戻して、2匹のケアルさばきが済んだら、フィードをね、芝にして、ラプトルの踏みつけにね、パーマフロストを狙うってのが手堅いね。貫通ギガフレア、締めの暫定剣レベル5でスコアをね、回収しましょうと。ラプトルの動きでね、内容が非常に荒れやすいから、前半はね、点数気にしないでいいよ。大筋こんな感じで終われればいいかな。で、レグ3の後半、クアル2体。めっちゃくちゃ強い。覇者18個全部取ってる俺でも、巡りが悪いとね、普通に死ねる。大体大丈夫だから、そんなに構えなくてもいいんだけど、やばい時のね、立ち回り。ビルド編で話した暫定避難とかは、一応すぐね、頭に思い浮かぶようにしといた方がいいよ。暴れ回ってね、手がつけられない時はほんとやばい。理想はね、貫通ギガフレアで2匹口出しの連続と行きたいんだけど、1匹1匹ね、ギガフレアを当てに行くのでも全然いい。できる時だけね、2匹口出しにして、それ以外はね、
どっちか一匹集中攻撃で始末すると。なるべくね、前半で育てた倍率を多く持ち込みたいね。基本はパーマフロスト待ちで構えて、凍らせたらアビリティ技で3倍点を回収する。すごい勢いで動き回って移動するからね、早い時と遅い時で差が出るんだけども、こればっかりはしょうがない。評価予想はね、安定すると思う。続いてレグ4、ボスタイマン、解説通りで OK だね。トキシックスピンにね、パリを狙うといい。というか、やらないと倍率がどんどん落ちちゃうし、時間もかさむ。簡単に言うとやんないと損ってこと。ウィルを張って頑張ってください。テイクダウン復帰をね、少ししてから来るアルゴリズムだね。一発目でね、取れれば理想なんだけど、失敗してもね、2周目、3周目でまだ狙えるから、諦めないで狙おう。トキシックスピンがね、始まったらね、できるだけ最初に下がって、距離を離して待つのがいいと思うよ。続いてはね、レグ5、雑魚のみ乱戦レグ、2部構成、強敵なし自爆範囲トラップとね、構造が難解だから、無知だとね、点を取るのが一番難しい。初見殺し。なんで難しいかっていうと、自爆さばきを考えていない。つまり自爆されているから。自爆がね、どうして良くないかっていうと、アーケードモードはね、敵の体力を点数に変換するゲームなんだよ。自爆はね、本来点数にできたはずの体力を大量に持ち逃げされてしまうんだよね。つまり自爆されると点数が取れなくなってしまうの。はい、ということでね、解説します。品質パターン3、自爆さばき。空中ガルダインブレイズはね、雑魚敵をダウン状態にできるっていうね、特性を利用するんだよね。ダウン中のね、敵は行動できない。つまり、ボムを連続でね、釣ってずっとね、行動できない状態にして自爆させない。ダウン中にね、溜まったアビリティ技で攻撃してね、点数に還元していくのがさばきの手筋だよね。なので、このレグではまずは、ボムにね、それほどダメージを与えないように注意して、ボム以外をね、皆殺しにして邪魔させないようにする必要があると。前半はね、ラプトルで倍率を上げながら、死にそうなね、ラプトルにサンダーストームをね、数流し込んで覚醒させると。隙間にね、ザンデスランボを入れて、ウィローゲージ回復のね、足しにしたり、倍率上昇ドンガが変わった状態からのね、回復に使っていきつつ、ラプトル全滅までになんとか2回ザンデスランボ打ちたいね。で、ボム2台残したらね、1匹ロックして空中ガルダインブレイズで連続で釣って自爆封じしながら3倍でね、サンダーストームギガフレアで点数回収して、同様にね、2匹目の最後でザンテス剣レベル5締めするっていうのが理想だよね。この後のね、プレイ動画を見てくれれば、自爆さばきはね、すぐ理解できる。時の祭典以外でも使えるから、覇者目指す人は覚えておくんだよ。後半もね、同じなんだけど、せっかくだからさ、前半のね、倍率3倍を使って、サソリをね、ギガフレアで複数体を串刺しにしてね、点数を取りたいよね。死にそうなサソリにね、丁寧にサンダーストームを流し込んでいくっていうのも忘れないようにね。ボムね、2体残したらね、1匹ずつロックして釣って、サンダーストームとギガフレアで点数回収を続けて、2体目は最後で5、3で締めるっていうのは同じだね。自爆さばき知らないと、このレグはね、評価 S が安定しない。何度も見直してものにしてほしいね。ボーダーがだいたい440万。続いてレグ6だね。毒斬り、トンベリ、アーリマンの3部構成。時間にね、余裕がない人は一部は捨てちゃっていい。開幕でザンデス剣レベル5打っちゃっていいから。前のレグでね、5残鉄締めしないで持ってくればいいよ。一部をね、もしやるんだったら空中エンブレイズ釣りでね、複数体ダウンさせて敵複数の行動を封じるのがいい。特に植物をね、立たせっぱなしで戦うのはダメ。毒斬りがね、どこに巻かれるかっていうのはもう完全に運のみ。完全に運ゲー。こんなの誘導もクソもないから。あらゆる攻略の基本は運ゲーを嫌うこと。運はね、極力結果のね、影響範囲内に関わらせないことね。植物は空中ガルダインブレイズでダウン状態にしてね、極力黙らせておけってことね。2部はね、ボストンベリを放置して、ザコトンベリをね、空中マゼックで叩いて、倍率を上げて、体力がなくなってるやつにね、サンダーストームを当てるっていうのを繰り返して、倍率とね、サンダーストームを育てていきます。倍率がね、3倍になったら、ザコロックからね、近づいたボストンベリを挟んでギガフレア狙っていくといいと思うよ。隙間時間にね、ザンデスランプで倍率の維持とね、上昇鈍化補正解除をね、忘れずに。3部は逆だね。雑魚雲を放置して、アーリマンをロックして攻めまくってね、持ち越した倍率を維持すると。2部で育てたサンダーストームをね、バンバン打ち込んでいって、ウィロー付きザンデスランプとかね、サテライトでテイクダウンゲージをモリモリ奪っていくと。テイクダウンさせたらね、アーリマンをロックして、雑魚複数挟んでね、ギガフレアと行きたいんだよね。うまくできればね、短時間で終わるんだけど、運が悪くても気にしないこと。S 評価ボーダーはね、だいたい650万。で、レグ7、クアールの期限次第、事前に 2way 想定せよ。現場判断でね、途中で予定変更するのがいい。基本的な予定はね、ザコオオカミに空中マゼックで倍率を上げていって、体力がないザコにね、サンダーストームを流し込んで育てる流れになるんだけど、画面側のね、
クアールのアルゴリズム次第で鬼のように必死でウィロゲシ、ランブとサンダーストーンの出がかり止めをね、頑張られまくる時があるんだよね。この時はね、もう倍率上げるどころじゃないので、前後作にスイッチする。クアール以外をね、さっさとね、五残鉄で皆殺しにした方がいい。クアールの体力がすごく多いので、それでも評価 S は取れる。クアールはね、怠慢になっちまえばなんとかなる。それからレグ8、クライブ編の大ボスタイムキーパー。嬉しいザンデス剣レベル5を振り回していい時間なんだよね。乱舞を打ってね、たまり次第どんどんのレベル5をぶち込んでも S 評価に届くっていうね。非常に楽な展開ですよね。あとはまあ基本通りにやればいいよね。手加減しなくていいから楽なんだよね。まあタイムキーパーは難しいところもないし、特に言うことないわ。レグ級ですね。2部構成、効率を考えてパターン化。2対いるね、ベネディクタの手下みたいなやつは、可能な限りね、倍率を上げて、ウィリオ付きサテライトレンダーランプで、テイクダウン突入してね、そのまま3つ、アイコニックパニッシュメントを拾うのがいいね。サンダーストーンは要注意。敵が弱すぎてね、このレグでは効率が悪いし、育てられないよね。安直に打っちゃダメ。死に際に打つ。それと、たまり直しの時間とね、点数効率を考えると、前半ではね、ギガフレアの出番はない。2体目も同じで、マゼックで倍率上げまくって、死に際にね、ザンデス剣レベル5。終了時倍率3倍ギガフレア満タンで後半に向かうのが目標。ここは毎回同じ内容にできるよね。後半はね、内容が荒れやすい。アドリブ現場。後半はね、品質パターン4、シューティング受けが混ざるんだよね。このパターンはね、基本通りにね、悠長にマゼックで倍率を上げてから点数回収する予定を組んじゃうとね、数の暴力であっという間に蜂の巣にされるんだよね。画角のね、外からでもね、バンバン撃たれるから、ウィルオもどんどん剥がされてさ、敵も散らばる上にね、遠くてね、現場の収集がつかなくなっちゃうんだよね。と聞くと地獄のように感じられるけど、大体はね、点数基準が甘いため、貫通ギガフレアとか、4発覚醒サンダーストーンとか、とどめ5残鉄とか、転生の炎とかの指定数以上の巻き込み、こういったアビリティ技の手筋をね、きちんと踏襲したプレイだったら、倍率がね、3倍未満でも評価 S に届くことが多いんだよ。つまりね、倍率よりさっさと攻撃するのが肝。なので、攻略の定石としてはね、五残鉄とか転生の炎みたいなね、全体攻撃で、撃たれる前にね、開幕で速攻皆殺しにするか、複数体ダウン状態にするんだけど、このビルドだと、その要領でね、五残鉄やっちゃうと、ここで終了で後続で稼げる場所がない上に、敵が弱すぎてさ、体力がないこのレグだと、評価 S が取れないんだよね。なので、アドリブになること前提で、ここ用にパターンを作る。倍率持ち越しでね、真っ先にスペクター複数にギガフレアを入れて、死に底台にね、ザンデズランブとサンダーストームと空中マゼックを入れて全滅させて、残ったベネディクタのね、手下に可能だったらサテライトランブでテイクダウンを取って5ザンデズでフィニッシュっていうのが青写真だよね。まあ内容はね、多少荒れても大筋この通りだったらボーダー230万は間違いなく超える。といったところでクライブパートは以上だね。では最後のセクションに入ります。リバイアさんのね、解説です。性質がね、ストレス耐久試験。内容はね、イメージ的にね、100問くらい立て続けにね、出題されて、よくても4つ間違ったら終わり。運が悪いとね、何が悪いのかわからないままさらっと死ぬ。結構事故るよ。だいたいね、22分くらいで、巡り悪くても勝てばだいたい24分くらいには収まると思う。戦速さんはね、突入までに余裕を持って、1時間6分を切りたい。1時間6分割っても可能性はあるんだけど、1時間10分超えちゃうと無理だね。この後の動画は、俺は全然プレイ詰めていないから、1時間くらいでね、時間余りまくってレグ10まで行っちゃってるんだけど、もうちょっと時間使ってね、じっくり点数稼ぎとかやってきてもいいと思うよ。とにかくね、すんげー長い。もう他の召喚獣戦のね、例に漏れず硬い、しつこい。アクションの難しさっていうより、緊張に耐えられるか、集中力が持つかっていう戦いだよね。3問まではさ、間違えたり不幸も拾えるんだけど、その際ね、ミスは反省するけど、不幸は諦める。悔やんでもしょうがない被弾とか、答えがわからない様子がおかしい変な時っていうのは確かにある。リバイア参戦に限らずね、このゲームの召喚獣戦は、まるでハエがなんか動物をね、攻撃してる状態だから、叩いても叩いても全然減らないんだよね。もうイフリートってさ、炎の召喚獣のくせに火力が全然ないわけよ。マジでさ、この火球をぶん殴るやつで出すコマンド教えれって。最初からこれでいけってマジで。何縛りプレイしてんのよって話だよね。本気出せってマジで。これが欲しいのよ。これをやらせろって。いけーおらードーン。どうしたイフリート。やればできるじゃないか。何言いたいかっつうと、長丁場になるんですよ。挑む前にね、スタートをして、一旦休憩しましょうってことね。トイレや一服を済ませていきましょう。まあ1時間やってるからね、ちょっと休んだ方がいい。そしたらね、早速必要知識を入れていきましょう。まずね、知らなければならないこと。バックドラフトを使う。
スピットフレアやさ、ブリムストーン溜まるのもあって、現場に流し込んでるだけじゃ、日が暮れてね、戦速ゼロになっちゃうから、バックドラフトをね、どんどん打ち込んでいこう。前半の中部でのバトルでは3発目でドラフト、後半の海の上のバトルでは4発目にドラフト。これはね、召喚獣戦ごとに違うから、リバーサーに限らずね、どの召喚獣のどの形態でバックドラフト行くのかは、事前にね、知識的に知らないとダメだよ。で、出し方なんだけど、目押しとか調子こいた真似はやめろ。ちゃんと連打しろ。四角ボタンガチャゴスリコンボのね、最後の攻撃が当たった瞬間に、すでに三角ボタンを連打すれば絶対出る。当たってから連打し始めるんじゃないんだよ。当たった時もうすでに連打してる最中じゃないとダメだよ。バックドラフトミスっていうのはね、もう話にならないんで、出したい時に 100% 出せるようにね。それから2つの必殺技は無敵技であるってことね。おごそかに、はい、今あなたの番。次私の番。みたいな、格調高い差し合い。お上品に交代交代で俺のターンドローとかやってるんじゃなくて、相手の攻撃のね、最中とかでも途中でね、水の中に潜られたり、カメラワークとかでさ、画角の外に出ない。つまり、リバヤさんがね、こっちの技で触れる位置から、どっか見えないところにね、飛んでいっちゃわないって確信が持てるんだったら、攻撃終わって隙間時間になるのなんか待たないで、撃っちゃっていいからね。無敵技なんだから割り込んだりね、勝ち合わせていいからね。ブリムストーンは当てに行くな、受けに使え。攻撃の受け処理をね、一回免除できる。なんだけど、自分が知らないとかさ、受けに自信がないみたいなね、攻撃の兆しが見えたら、ブリムストーンで受けるってのは全然ありだよ。リバヤさんに限らずさ、それが正しい使い方だよ。よっぽどやり込んでる人でもなければ、何でもかんでもね、最初から途中過程からさ、終わりに至るまで全部視覚的に覚えているわけじゃないでしょ。俺もさ、覇者の証3種類全部取ってるけど、知らない技とか展開なんて、よくわかんないけどたくさんあると思うよ。むしろプレジションブリムストーンの3発を相手の攻撃の合間にね、わざわざ近づいて当てに行くより、相手の攻撃にね、直でブリムストーンでカウンターを数多くやる方が戦闘終わるまで早いし内容も安定するよね。当たり前の話だけど、まず最低限勝たないとダメだよ。スピットフレアもね、差し返しだけでなくて、敵の攻撃にね、かぶせて撃てないかって考えた方がいいよ。ちゃんと30ヒット取れるって踏んでるんだったら、敵の攻撃の最中にね、撃っちゃってもいいと思うけどね。もうほんとね、リバイアさん戦やってて長いのよ。マジでだれる。まだ終わんねえ。まだ体力いっぱいある。全然減らねえ。もう飽きた。もうええわっていう感じ。バカ正直にね、差し合いやってたら、ケアレスミスもいくつか出るよね、これね。こうやって割り込んだりとか、少しテンポ良くならないかって考えるのは、ある意味召喚獣戦のコツかもしれないよ。俺、タイタンとかもう二度とやりたくないもんね。くっそ長い中でさ、途中で岩飛んでくるやつのシューティングっていうか、FPS みたいなゲームに変わるやつあるじゃん。いきなり難易度10倍ぐらいに上がるやつ。あれ、勇者の紋章の時とかもそうだけどさ、あそこまで行ってミスれない時の手汗半端ないよ、マジで。もう行くまで長すぎだもん。やり直しとか絶対やりたくねえもん。いや、召喚獣戦長くて大変よ、ほんと。これから肌目指す人は頑張ってね。で、みんな大好きプレス G アタック。開幕にね、スピットフレアを発射したり、準備して待ってたりする必要がないよ。始まった時に全くスピットフレアゲージなくてもいけるからね。体力半分間近でスピットフレア温存とかしなくていいよ。めんどくさい。この後の動画はね、プレス G アタックの直前でスピットフレア打っちゃってるリファレンスプレイ出してるから、普通に間に合ってるから参考にしてください。途中でね、間違ってなければ、スピットフレア3回打つ機会は絶対にある。逆にね、開幕スピットフレアでスタートして、かつ全く被弾しなくても、押し戻しタイミングとかでバックドラフト完走を連続で止められちゃうと、ギリギリで間に合わない時がある。基本的にほとんど最速コードのつなぎやってると思うから、ちょっとした行動タイミングの違い。例えば、敵の攻撃を避けた時に、プレジションカウンターを取ったかどうかみたいな要素一つで全体の予定行動タイミングがずれて、バックドラフトの時に押し戻しとかね、敵の攻撃力発生みたいなのが重なって、いいところまで殴れたんだけど、バックドラフト完走までいけないで、途中でね、諦めなければいけない展開が偶然何回も重なっちゃう時ってあるのよ。もうこればっかりは運。運はね、いい必要がないのよ。普通でいいの。悪くない必要があるってこと。いや、確かに自分悪くないじゃんって言いたい時、意味不明な時ってのは確かにあるよ。アンラッキー拾うのはね、ある程度織り込み済みで行動しないとメンタルが持たない。何も行動できないよね。悔やんでもしょうがないものは悔やまない方がいいよ。やることやったらね、あとは神様のせいにしていいから。原因他人の。それがヘルシーだよ。大事なのはさ、優先順位を間違えないことなのさ。スピットフレアはプレジションブリムストーンより優先されるし、プレジションブリムストーンは4発バックドラフトより優先されるんだよね。バックドラフト完走できそうな時でも途中で止めてプレジションブリムストーンとかスピットフレアに行っちゃっていいから。スピットフレアはね、溜まり次第すぐに打つ。押し戻された後でもね、間合いとか詰める必要はないからね。遠距離でもさ、全然打っちゃっていいんだよ。プレスジアタックはどっから打っても絶対フルヒットするから。こんなのもね、直前まで距離詰めてないし、敵の攻撃がね、始まってる最中だけど、打っちゃっていいから。避けるのを含めてね、敵のターンが終わるのを待ってるのは時間の無駄よ。スピットフレアを出し終わった硬直中に技を食らうってことはないから。不安だったらドッジボタン連打してな。終わり際に絶対敵の攻撃食らわないから。
要するにね、持ってるやつの中で痛いやつから率先して、プレス筋に流し込めってことね。攻略要点はね、敵の攻撃の避け方だけではなくて、こっちが攻撃していいって時をね、判断できることなんだよ。特にさ、経験がない時は攻撃してる最中にね、無理やり動かれて攻撃をされてしまう時っていうのがある。全然減らないからさ、バックドラフトをさ、どんどん入れていきたいんだけど、4発ドラフトは長いのよ。ドラフトまで完走できそうな時に割り込まれるとだるいんだよね。そういう場所はね、面倒でも諦めて攻撃を途中で止めること。実はね、これがすごく難しいのよ。こんなやつとかさ、あとちょっとで勝てそうだよね。もうくっそ長くてだれてるし、4発のドラフト止まらないのよ。これバックドラフトまでやっちゃうと、バックドラフトの硬直中に顔面ガトツが間に合って非ダメージ確定なんだよね。爆発しないで途中でやめないとダメだった展開なんだよね。途中で諦めるにはね、これはやばいなって思う現場の感覚を養う必要があるのよ。こういうの難しいんだよ。でね、その顔面ガトツについても絶対押さえておかなければならない知識があって、顔面ガトツと回転尻尾の見分けがつくこと。この二つはね、対の関係になっているの。出かかりの空気感がすっごい似てる。展開が早い。要注意。パッと判断しないとダメなんだよね。攻撃サインが来たらすぐに尻尾が光っているかどうかを見るっていうのが攻略なんだけど、文字だけだとわからないからちょっと見てみようか。左がガトツで右が尻尾。出かかりの空気感というかパッと見でね、見た目がすごい似てるでしょ。あらかじめガトツと尻尾の2つがあるって知らないと意識できないのよ。行動サインが来た時に尻尾の先端が光ってるかどうかを見るんだよね。光ってなければ顔面で、来てからどっちを押しても遅い。タイミングで入力。それに対して尻尾は遅い。顔面タイミングでボタンを押したと食らう。回転を見て反応で合わせて入力ね。これはね、言われればわかるんだけど、気がついてない人はね、現場の指運任せになっちゃうから、知らなかった人はね、絶対に押さえておくこと。まあこんなとこだね。知識のお勉強はね、この辺まででいいです。この攻撃をね、こう避けるみたいな説明情報を見て、現場でミスらずね、すぐね、毎回できれば、こんなもん誰も苦労しないわけよ。無駄。そんなことより、プレッシャーがかかってる現場経験の方が欲しい。要はさ、うっかりとの戦いなのよ。知識とか技術の問題ではないのよ。くっそ長い中同じような問題をしつこく出され続けるわけよ。やってるプレイヤーがだれてきた中で、やっちまったーっていうこっちのね、ヒューマンエラーでリバヤさんは飯食ってるわけよ。そもそもイレギュラーって無限にある。それにね、事前知識不足で戦うっていうのは攻略としてずれてる。長丁場の本当の恐ろしさっていうのは、唐突に出現するね、普通じゃない何か変なやつの出現率なんだよ。事故ったり、イレギュラー、勘違いっていうのは誰にでも起こり得るから、それをねじ伏せるにはね、知識を入れることなんかより、現場経験でね、いろんな状況の既視感を増やした方が成功に早く近づくよ。こんなやつとかさ、これなんかカメラワーク変だ、見たことね、どっちじゃなくてブリムストーンにしとくか、みたいな判断は経験でしか身につかない。目標はね、敵の行動サインが見えた時に即座に毎回、最低でも被弾だけはしない行動を思いつくこと。つまりね、召喚抽選は、ノウハウコレクトはほどほどにして、さっさと実践演習に入れってことだね。前日までの要点を押さえたら、あとはこの後の動画を見て、どっちしてるのか逃げてるのかをなんとなく知って真似する程度でいいよ。この後の俺のプレイは、努力が必要なめんどくさい避け方してるやつはほとんどないから、スピニングダイブだって飛び出してくるのをさ、ドキドキして待ち構えながら、タイミング合わせてね、どっちを押したりするより、表示が出た瞬間にブリムストーンを発動して、プレジションブリムストーンを当てる方が簡単だし、絶対火ダメしないでしょ。もう一回いくよ。スピニングダイブの表示が見えたらブリムストーンを発動するんだよ。簡単でしょ？確実でしょ？リップタイドだって飛んで攻撃3発振って浮きっぱなしになってれば、狭くなってくる周囲の輪っかに対してね、タイミング合わせてどっちとかやらなくていいじゃん。俺の避け方は繊細なこと極力やってないから見てすぐ真似できんのよ。そういうのは持って帰ってくれればいいから。やんなくていいようなプレジションドッジとかやってたらさ、本当にプレイに安定性なくなるよ。勝てるかどうかわからない人は点数なんかより、まず勝ちを安定させた方がいいよ。アルティマニアックは負けたら何にもならないからね。死ぬと一発ゲームオーバー強制だし、リトライも許されてないから練習もできないしね。生存命。少しでも長く生きて現場経験をね、少しでも多く仕入れた方がいいよ。これ以上の知識をね、勉強したところで実際戦力にはならない。こっから先のプレイ工場には回数挑んで慣れるしかない。淡々とそして粛々とやる。繋がるときは繋がる。あっさりノートラブルで繋がる。そんなもん。一喜一憂しない。失敗しても諦めない。そのうちあっさりできるから。で、プレイ動画前の最後になるんだけど、時の祭典の評価数合格ボーダーは8500万だね。ちょっと刻んで調べてみたんだけど、8000万台前半でも A がつくわ。
8700万だと S になる。ちなみに賢者の銅とクリスタル実量もボーダー8000万だね。まあそれより低いってことはないよね。クリスタル実量より時の祭典の方が難しいと思うよ。1.25 はクリスタル実量簡単になったもんね。この動画のメソッドで1時間6分程度でレグ10に入って、リヴァイアさんに普通に勝てばね、100% 超えます。そんな流れで橋の証を取ってください。健闘を祈る。それじゃあプレイスタート。それにしてもなぜこんな場所に。ドレイクアイに向けてフリーズを放つには高い場所の方が狙いやすかったんだろう。くそ、トンベリともローデマスだ。厄介な相手が出たか。ガルーダ。そこか。遅い。
この辺りもトンベリ族が多く作っていてね、人が寄りつかないからって我が物顔さ。自慢の包丁だろうさ。
せたようね。この先にはもっと危険なやつもいるんだ。まだまだ油断はできないぞ。オーディ
やれるわ。あそこか。祭殿の入り口だ。だが警戒を緩めないでくれ。毒液をまくつもりだ。注意しな。
隙を見せるなよ。来るぞ。あの青い壁がフリーズの境界だ。そこからが時間のとば。それにしてもこれはフリーズを放たれていることに気づいたリヴァイアさんがこの祭殿に向かって魔法を打ち込んできたらしい。その状態で止まっているのか。氷を操る魔物か。道理で肌寒いわけだ。これはフリーズ。
見えた。そこか。かつてはここも壮麗な場所だったんだろうな。この内装、祈祷のための斎場かしら。昔父に連れられて似たような場所へ行ったことがあるの。詳しいな。次から次へと倒すしかなさそうね。ありだ。そこか。取る。待てよ。
オーディ要は階段を登った先だ。行きましょうクライブ。見えてきた。こんなやつ見たことないぞ。どうやら要に近づかれたくないようだな。氷よ。
まだやるつもりか。倒さない限り要には近づけない。やるしかないようだな。シバまさか時間凍結。
本気か。邪魔をするな。
あるんだ。大丈夫だ。俺はお前の敵じゃない。落ち着くんだ、ワレアス。なんて力だ。迎えに来たぞ。姿を見せてくれ。
海の上。ここは一体。いいさ、存分にやるぞ。
何を狙っている。何なんだこのエーテルは。止めさせてもらう。させるものが城壁を打ち砕く。
の力なら